こんにちは、菊の井の村田でございます。今日は野菜を中心に料理をしたいと思っております。ちょっと前までは全部一番だしで、煮含めて追いがつをしたりとかしてましたけども、しかしこれからの時代は、サステナブルを考えるとやっぱり野菜の時代で野菜をいかに美味しく、調理するか、これほど、サステナブルな料理はないんで、その持続可能で再生が効く、そして、何も消費しないというような、野菜を、ぜひ、これから先も美味しく食べていって、野菜を中心に、おかずにして米を食べる、生活を取り戻したいなと思っております。それでは野菜の料理を始めましょう。はい、2リットルの水を入れました。人参の皮とか野菜のヘタですね。これ 600g あります。かぶの皮とか大根の葉っぱとか、白菜の外の部分とか、しいたけの茎とか、調理場からたくさんの野菜のくずが出てきますよね。それを、廃棄でゴミにして捨てますと、それをまた処理する、熱量がいりますよね。で、昆布を入れます。これで火にかけてこうぐらぐらとほっとくわけですね。これお野菜は先ほど残ってる野菜でいいっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、何か入れる前にする処理とかっていうのはあるんですか？陰干しをしようという感じで広げて、ちゃんと陰干しをしなくても、そこらのざるに入れてほっとけば勝手に、水気が抜けて、より、中に入っているグルタミン酸の、うまみ成分は濃くなるということですよね。冷凍とかはしない方がいいですか？いや、冷凍しても大丈夫です。減りませんので、全部皮ばっかりを溜めてきつく縛って冷凍にしとけば、それでいっぺんにこう出してきて出汁を引けばいいんで、もうこれぐらいで干します。かつおと昆布の出汁は絞るなとか言いますけども、こんなん野菜の出汁はどんどん絞っていただいて大丈夫です。これ十分おいしい出汁できてますよ。それからその季節にしかないような野菜の皮で出汁を引いてるわけですから、その季節に応った味の出汁が取れてるはずなんですよ。これは人参のジュースですね。人参をすりおろしてきつく絞ったらこのようになります。ジューサーでもいいんですけど、でここにこの昆布から出てくるぬめりが人参の、繊維質を絡め取って上に浮き上がりますから、そうしますと、後に残った、この人参の出汁は透き通ります。でこれはどういう意図かと言いますと、人参の出汁で人参を炊いたらより人参が人参らしくなるということですね。ということは、この野菜がもともとはみんな水で湯がいてから、一番だしで煮含めるとだしの立方体にしかならなかったんが、もうそういう料理の仕方は古いんで、人参は人参らしく、かぶはかぶらしくということでこそ炊き合わせてハーモニーが出てくるという考え方ですね。他のお野菜でもすりおろして昆布と一緒に入れると同じようなことが起こるんですか？同じようなことは起こりますけども、芋の汁出してて芋の汁って出ないでしょ。そやからある程度水気の多い大根の汁で大根炊くとか、かぶの汁でかぶを炊くとかいうのはできますよね。野菜の味っていうのは淡いですから、お子さんに食べてもらったらすぐ分かりますね。この人参やったら食べられるわって言うたら、もうこの人参がやっぱ美味しいということでしょうね。こうやって浮き上がってきたほら見てください、透き通ってるでしょ。これでも下は人参ジュースですよ。
ちゃめちゃ甘いですよこれ。先ほどの野菜だし、みりんですね、薄口、塩、それからこう野菜はもちろん気使わないとダメですけども、この調味料自身にも気使った方がいいですよね。日本の野菜をクリスマス諸島の塩で味をつけても美味しくなるわけがないです。料理っていうのは利を計り定めるということですからっていう字を書きます。それから、チベットの岩塩で、日本の野菜を炊いてもそれは理にかなってないのですから美味しくならない。でこれは生のカブですね。生のカブ、これをそのまま炊いてもいいんですけども、これはレンジアップしてます。電子レンジに入れた。こうすることによって野菜は野菜の持ち味を他に逃がすことなく、ここにいますよね。それからレンジは、その冷凍食品を溶かしたり温めたりするだけではなく、十分にこう使ってもらう方がいいですよね。キッチンペーパーかなんかで穴を開けてこうやって落としておきますと煮汁が上の方まで回りますから、出てる部分も同じように味がちゃんと回るということですよね。一旦沸騰させてこれでゴト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 炊きますと、大根は煮崩れしませんけどカブは潰れます。長いこと炊けば炊くほど味がつくわけではないので、おでんと一緒ですよね。おでんも朝からずっと火かけて、炊いてんねんって言うても大根は中まで染みてませんよね。それから、これに味を中まで入れるためには一旦火を止めて冷ます必要があります。味っていうのは冷めていく時に中に入っていきます。串でスッと通るぐらいになれば、で柔らかさが、自分の、考え方とちょうどええ加減やなと思ったらもう火を止めてください。これで火を止めてしばらく置いたカブでございます。それからこの煮汁にはカブからのジュースも出てます。このカブの甘みとか、今までこう野菜の煮汁の甘みとか、カブの香りとかそういうものもカブからまた出てきてます。料理っていうのは雨が降ってきたら傘を差す程度にということが肝心で、あとは野菜任せです。それから、これに味をつけてやろうなんていうおこがましい考え方は、やめるべきです。足らん部分を、なんかこう補えるところがあんやったら補おうかっていうぐらいの考え方で、日本料理は進めます。味が染むようにこう細かく包丁入れてます。みょうばんをこのナスにこれがね、このナスにこのみょうばんをすり込みますと、非常に発色が良くなるんで、京都ではナスの漬物つける時もこれをやります。すり込んで10分置いてから洗い流します。これ洗ったやつです。なんか心なしか紺色が美しいと思います。よく水気を切って、こちら油180、170度ぐらいですか。皮を下にして入れます。別にそのままは揚げなくてお出汁でそのまま炊いてもいいんですけども、こういろいろ変化をつけるためには、ナスはやっぱ油と合いますんで、ナスはずっとこう浮いてますから、いつになったら上がってんや分かりにくいです。それからこの、箸でこうやって両脇から押さえますと水気がじゅわっと出て泡が大きくなりました。
ですね。こうなると上がってるんで、もうこれで揚げます。これはカツオと昆布の一番だしです。家庭の場合でしたら顆粒だしでも大丈夫です。これみりんですね。醤油です。でこう油で揚げたナスなんかは絶えず油抜きすると言いますけども、油がいるから油に入れたんで油抜きする必要はないです。それから揚げでもそうですよ。揚げと一緒に炊くとかいう時は料理研究家の先生方はみんな油抜きをして一手間かけて美味しく作るって言われますけど、まずくなります。それから手間はかけるべき時にかけてください。丁寧なことと、美味しくすることとまたちょっと違います。それが丁寧かどうかって難しいですよね。ナスは一回上がってますから、それから落とし蓋して、ナス皮目を下にしましたけど、このような入れ方の方がいいんですか？皮目が下の方が空気に触れない方が、色が変わりにくい。これで一煮立ちしたらもうこれで出来上がりですよね。表向けるとこうなってます。これ今黒映ってますけども、冷めてくるともっと色が発色してきますから。次は里芋です。里芋は、昔は、このように六角に剥いてから米のとぎ汁で湯がいて、ぬめりを、流水で流して、それをだしで煮るという方法でしたけども、それって里芋が粘りもなくて真っ白には上がってますけども、もちっともしてない。それってあんま美味しくないなと思います。だからこのように六角に剥くのが面倒くさかったら、もう皮のついたまま、レンジアップしてください。そう大きさによっていろいろですけども、5分から10分までの間で皮がつるっと剥けるようになります。これ一番だしですね。みりん、薄口、塩、非常に多いのが砂糖ですね。それから里芋はちょっと甘いめに炊く。それはもう考え方次第ですけどね。それぞれの野菜がそれぞれ同じ味にならんようにと思っていろいろやってますから、芋はちょっと甘いめの方が美味しいという。で調味料を溶かしてここに六角に剥いてからレンジアップした里芋、これ非常にヌルヌルしてます。この里芋ってやっぱりこう日持ちはしませんけどね、こうやってヌルヌルにしておくと、また紙の蓋をして煮汁が、回るようにしておきます。それからあとは里芋をこう串を刺していただいてスッと通って柔らかくなれば火を止めてください。もうあとはほっといてもうたら勝手に出汁が中まで入っていきますから、これでもう大丈夫です。これで、火を止めて置いとく。これもうちょっと15分ぐらいは炊いてた方がいいですけどね。こうですね。ちょっとね、よう見てるとちょっと透明感が増したような感じがあるんですけど、分かりますかね。でこれでこんなことしたらダメですよ。ほんまに物には穴開きますから、これをこう真ん中に刺してみてスッ通れば大丈夫ですよね。穴開いたやつ出す、料理やったら出すわけにいきませんから。今日はサステナブルというテーマで、野菜の炊き合わせの方をご紹介していただいたんですけど、そのサステナブルっていうところに関してちょっとお考えを聞かせていただいてもよろしいですか？その季節に採れて再生可能なもんを、食材に使うっていうのがサステナブルやと思ってるんですよ。だからその時期分に一番出回るもの、なんぼ野菜や言うても真冬の雪の降ってんのにトマト食べたらあかんやろ。そうすると化石燃料いっぱい使うでしょ。そういうことを違うて、トマトは夏に食べればいいんですよ。
で冬は根菜類がいっぱいありますから根菜類を食べればいいんですよ。っていうようにその季節のリズムに合わせて生活をするっていうことがサステナブルですね。で再生が可能である。日本は昔から日本の国ほどサステナブルな国なかったわけで森林を伐採して炭にしてって言うけどもあれは樫の木を再生がものすごく早いんです。それからあれを切って、次にそれが再生するまではそこのところら辺は、そのままほっとくと。でこう、回っていくと。日本人で変わってまして少ないって言うたら希少価値がある。だから別にまったけ食わんでもええやろと思うんですけどね。そうやって20万もするまったけを、みんなで欲しがるわけでしょ。しいたけでもええやんと。別に普通にそれが、自然のもんですからきゅうりと人参とどっちが上等なんていう話ですよね。で両方とちゃんと料理できてれば両方と上等なもんにしてあげるっていうのが僕らの仕事ですよね。それから季節で採れて一番栄養価が高い野菜をどうやって美味しく食べてもらえるのか、どうやったらより価値のあるものにできるのかっていうことを考えるのが僕らの仕事ですよね。これまあ4つに割って乱切りにしてますけども、それから一回こう素揚げにしてます。これ素揚げにしてから、こうちょっと甘辛く炊くということを田舎にって言いますけど、これだしです。みりん、酒、濃い口、たまり、砂糖、調味料をやっぱりこういろいろ細かく分けますと非常にこう複雑ですけども、言うてみれば甘い調味料と醤油系の辛い調味料を、みりんと醤油を1対1で合わせば大体甘辛のバランスは合います。それよりちょっと濃くしたいな甘くしたいなと思ったら砂糖を少し入れるという程度で味は十分できます。だけどこのように、料理屋ではいろいろこう、複雑に、調味料を使いますけども、それらを甘いもんのグループ、塩味のあるグループで分けると、醤油とみりんが11で、僕の割合で覚える和の基本という本を買っていただければ料理はもっと楽になると思います。でまたこれ煮汁から出てますから煮汁が回るように落とし蓋をします。それからこれこのままさっと炊けばレンコンがパリパリとちょっと歯ごたえのあるレンコンになりますし、これを煮汁がなくなるまで煮絡めるぐらい、きつく炊きますとレンコンはちょっともっちりするような感じになります。もうなくなってきたら周りが焦げますんで気ぃつけながらでないとこういうふうにだんだんこう周りから焦げていきますから。でこう照りが出て出来上がりですね。次は南京ですね。南京は、日本南京菊座っていうやつですね。これは野菜だしですね。みりん、薄口、砂糖、これもレンジアップしてます。結構柔らかくなってますね。結構でこれでまた落とし蓋をして沸騰してきてだんだん半透明になってきますから、そうするとこういうようになります。こういうようになるとこれもっとスッと通ります。でここで火を止めて柚子の輪切りですね。これはね柚子の香りを移そうと思ったやつ。これレモン入れたらレモン煮っていうのがあるんですけどね。それからさつまいものレモン煮とかオレンジ煮とか、これは、菊座かぼちゃの柚子煮ですね。
で柚子の香りがこう苦みもともに移りますから、これを食べた時に柚子の香りがするなという、中まで柚子の香りがしてちょっと酸味もするなという感じのものになると思います。次は人参です。これ人参ジュースです。人参のジュースです。一番だし割ります。人参ばっかりやったらちょっと人参がきつすぎるように思うんで一番だし割りました。で、調味料はみりんと薄口。人参も、このようにレンジアップしてます。もう今は電子レンジがないご家庭っていうのがないでしょ。一人で、寮みたいなとこでワンルームで生活してる男子諸君にも物を温めるために電子レンジは置いてると思うんで。最初の野菜だしの時にアクはないっておっしゃってたじゃないですか。それはあれですか、もう沸騰してきてなんていうんですか、少し白いのとか出てきてもそれは別に取る必要はないっていうこと。それからね、魚の炊いてる時に出てくるアクっていうのは周りについてるタンパク質とその魚から出てくる、油脂分ですよね。それが上へ浮き上がったんが泡になってこう固まってるでしょ。それをアクって言うんですよ。野菜の場合はそういうもんな、油も、タンパク質もないですよね。ほな何って言われるとただ単なる泡ですよね。だからそれをみんな集めて、この何であるかという成分分析をしても何も出てこない。僕らのラボでアクを取って、炊いたサバとアクを全部溶かし込んで炊いたサバと両方学生に食べさせたら98人までアクを取らないサバの方が美味しいって言うんです。だし引いてるじゃないですか。だし引いたら上に泡出るじゃないですか。それは丁寧に取ってって言うんですよ。で取らんと引いただしと取って引いただしとって何がどう違うのかというと、もうあれ一回タオルでこすわけ、ペーパータオルでこすわけですから全然関係ないと思いますよ。これでまた冷ましといてください。人参をこれで2分メーター、こうやって一旦温度を上げてぐつぐつ炊いてそのまま冷ましたものを2分メールっていうんですね。カブの葉っぱを湯がきます。普通こういう時にこう塩を入れてってこう言うんですけど、この塩は何の意味もありません。これは、葉緑素を定着さすのに塩化マグネシウム、にがり分が必要なんで、大正以前の塩には、15% のにがり成分が入ってますからこれを入れたんですね。形だけが残って今の NaCl99. 何%はこう入れてもしょうがないんです。みんなこう、塩を入れて青みが鮮やかになりますって言うでしょ。嘘ばっか。硬い方から湯につけてって言うでしょ。そんなんせんでもよろしいよ。これ食べた時に硬いところと柔らかいところがこう一緒に口に入ってハーモニーができるから美味しいんです。みんな均一の硬さが美味しいとは限らない。でさっと湯がく、さっと湯がくっていうのは分かりにくいですよね。これは熱湯につけて10秒湯がくっていうのをさっと湯がくんですね。そのさっととか、そこそことかほどほどにとかいうのはこう日本料理の場合多すぎて何にも分からないですよね。さっと湯がくっていうのは、沸騰したお湯の中に入れて10秒湯がいて、氷水冷水に取るって言うてもらうと外国の方も料理が分かるわけですよ。で、冷水から、冷めたら固く絞ってこれを冷たい合わせ地、塩が 1g、薄口が 5cc、みりんが 5cc に、180cc のだし汁中につけておきます。これは炊事の1割ぐらい強いやつですね。 1%
がだいたい飲めるぐらいの、水門の味ですから、血中の塩分濃度は 0.9% ですから 0.9% ぐらいになれば美味しいんです。だけどこれはちょっと、辛いめにしてるっていうのはどういうことかというと、この野菜から水気が出るからですね。でこう蓋して置いとくわけですね。何時間か置くと、冷めて味が含みますから、その含んだやつをもう一度温めて、こう盛るっていうのがその僕らが言う和食で炊き合わせということですね。炊き合わせっていうのは炊いたもんを合わすだけと違って味も炊いたもののバランスを考えて炊いたものを合わす。そうすると、ああいう季節感のあるその器に、たっぷりと盛ってお出しするとわあ綺麗やでと、これ以上サステナブルになるよりないですから。はい、こちらで完成です。今お魚とか漁獲量とかも年々減ってるじゃないですか。で結構やっぱり旬のものっていうと脂が乗って例えば産卵期の前のものだったりするわけじゃないですか。そこら辺に関してはどのようにお考えですか？いや、それからね、全員で我慢すればいいんですよ。どうすればいいのかってみんなで考えたらもう結果はもう出てるわけでしょ。それから養殖魚を食べた方がいいとかね、別にイワシの、稚魚を取って丼にせんでもええやろうと。その、漁業期間を短くすればイワシが育つ。イワシが育てば中ぐらいの魚が寄ってくる。中ぐらいの魚が寄ってきたら大きな魚が寄ってくるという自然のリズムを考えたら、別にイワシの丼そんな食べんでもええやろとっていうふうに思います。やっぱり今日本で米食がやはり減っていますけど、そこら辺に関しては何か考えられることはありますか？いやもう最後にね、人類を救うのは米と大豆ですよと思ってるんですよ僕は。それから、米のアレルギーは非常に少ない、ものすごく稀ですよ。それから日本人は米食わへんだら味噌汁飲まないんですよ。パン食べたらスープ飲むんですよ。で米食べるからおひたし食べるんですよ。米食べへんだらサラダ食べるんですよ。それから全ての食材にこう関わってくるんで、それから米食べたらいいんですよ。大豆はね、生で食べると不消化酵素っていうね、動物はみんな下痢するんです、あれを生で食べると。それから火を使える人類しか食べられないんですよ。ということは猿もイノシシも食べないですよ、下痢するから。それから、あれは人類のための食い物やと思ってるんです。人類のタンパク質、それから11キロの、豆食べさせて1キロの肉食べるっていうのはいずれ間違ってるやろなということに気ぃ付くやろなと。もう食べるものなくなったら大豆食べながら飯食うっていうのが一番ですよ。全部が、高級素材の羅列ではもう飽きてきてしょうがないと思います。冷たい刺身ばっかりでもやっぱ飽きると思います。野菜の、ほっこりするような美味しさっていうのもやっぱり一連の料理の中には、あんまりけばい料理よりも、の中にこういう料理があってこそ全体のバランスがええのちゃうかなというように思います。ということで今日はありがとうございました。